日本語はその複雑さ、美しさ、そして日本の文化との深いつながりで知られています。約1億2000万人以上の人が話しています。この動画では日本人が成長する過程で日本語について学んだ経験、彼らが直面した困難について、そして彼らがどう乗り越えたのかについて調査していきます。はい、アビナ。では早速聞いていきます。まず1問目です。あなたは何カ国語を話すことができますか？日本語と、英語が、片言でちょっと話せるぐらいで、中国語とかは少しならっていう。何カ国語喋れますか？1カ国です、はい、私も1カ国です。その言語はちなみに日本語です。まずはじめに何カ国語を話すことができますか？日本語だけです。ギリ1カ国語話せます。何の言語ですか？日本語だけです。あなたは何カ国語話すことができますか？1カ国語なんですけど、英語少しだけ勉強してます。皆さんは何カ国語話せますか？日本語です。1カ国語です。1カ国語です。ありがとうございます。ではこの言語、日本語の好きなところ、嫌いなところはちなみにあったりしますか？日本語は、一つの言葉で、何個か意味が多分あるところがすごい難しいのかなっていう。日本人でも結構わからないようなニュアンスみたいなところが難しいなってとても感じますね。好きなところ、やっぱり漢字がかっこいいです。日本は。嫌いなところはないですよ。日本人なんで。日本語大好き。かっこいい、いいです。侍です、はい、嫌いなところは漢字が多いところです。そうですね。漢字の特に何が嫌いですか？漢字が多くて、難しい言い回しが多くて、でビジネス用語とか、そういう時にあんまり意味が分からなかったりするんで、調べるの大変です。いや本当にそうですね。その通りだと思います。この日本語についてなんですけど、何か好きなところとか嫌いなところはあったりしますか？イントネーションとかによって言葉の伝わり方が全然違かったりするのが難しいなって、不便だなって思う。敬語とかそういう尊敬語とかいろんな使い方があるのが難しいなって思います。英語と違って、敬語とか丁寧語とか謙譲語とかたくさんあることが難しいんで、英語みたいに上下関係なく喋れたらいいなって思います。漢字が難しいことですね。そうですね。TPO を結構いろいろ分けて使わないといけないところですかね。はい。日本語は他に比べて覚えるの難しいって言うと思うんですけど、やっぱりそこもあって、いろいろ敬語とかいろいろあるところもやっぱ難しいなって思います。ありがとうございます。日本で育っているうちに日本語を学んだと思いますが、何か難しいなと思ったこと、困難に直面したことはありますか？やっぱり漢字テストがやっぱ難しいですよ。人生の中で一番直面します。小学生の僕もまだ漢字書けないです。どれぐらいの頻度で漢字テストはありましたか？どんぐらいだった小学生？月1回ぐらい。月1ですね。月1。大変でしたね。難しいです。はい。漢字が難しい。もう本当に漢字が難しくて、はい。読み書き。そうですね。読み書きがもう難しいのと、あとは方言とかも難しいですね。本当にさっきと重複すると思うんですけど、漢字で意味が何個かあるのってすごい日本語の特有なのかなって思うので、漢字とか結構書き方も難しかったりすると思うので、そういうのを読むだったりとか書くところがすごい難しかったなって感じます。私は敬語が難しかったなと思ってて、アルバイト先とかでもやっぱりうまく敬語を使う機会が多いので、それがすごく今でも難しく感じてます。はい。さっき言ったイントネーションとかによって自分が思ってることと全然違う
風に相手に伝わってしまって相手を怒らせてしまったりとかするとちょっと日本語って難しいなって思います。ありがとうございます。同じですありがとうございます。小さい時から家族がもう日本語喋ったので、そこまで困難っていうことはないんですけど、例えば目上の方と喋る時に言葉遣いだったりが難しいなって困難だなって感じたりします。僕も特にないんですけど、やっぱ敬語とか人によって立場違う人と変えないといけないみたいな。僕も似たようなあれになっちゃうんですけど、やっぱ受験とかするとき面接とか練習するときにやっぱなんかそうですね、どういう喋り方とかが失礼に当たらないかみたいなのを気にしながら喋るのは結構普段日本語使っててもやっぱ難しいなっていうふうには思います。同じことなんですけど、大学生で就活とかやってるんですけど、その敬語、目上の方へのとの喋るときに使う言葉っていうのはやっぱり普段と違うので、そういうところが難しいかなって同じことなんですけど思います。ありがとうございます。では最後にこの見てくださっている日本語学習者、何かアドバイスとか漢字に関してでも OK ですし、最後に一言いただけますか？日本語は難しいと思うんですけど、学んで多分一番なんか自分の、教養だったりとかが増えるような分野だと思うので、ぜひ折れずに学んでいただけたら自分の貴重な財産になるかなと思いますので、これからぜひ学んでみてください。ありがとうございます。では最後に見てくださってる日本語学習者に向けて何かアドバイスや一言あればよろしくお願いします。はい、日本語ね頑張って勉強してください。日本最高ありがとうございます。じゃあこれを踏まえて最後に日本語の学習者に向けて何か一言アドバイスでも何でもお願いします。やっぱり友達が一番大事です。友達と会話して勉強してください。パワーでは最後にそんな日本語を学ぶ学習者に向けて何か一言何でもいいの、励ましでもメッセージでもいいので一言ずつお願いします。日本語難しいと思うんですけど早く覚えて、みんなとコミュニケーションを取っていきましょう。ありがとうございます日本語難しいと思うんですけど頑張ってください。ありがとうございます。やっぱどの言語も共通してると思うんですけど、やっぱどんどん使っていくことが一番勉強になると思うんで、普段からたくさんの人とコミュニケーション取って、頑張ってください。ありがとうございます日本語もそうですし海外の方でもそうですけど、一番はもう情熱、パッションだと思うんで、そこをまず大事にしてやっていってもらいたいと思うので、思います。ありがとうございます。では最後に日本語を学んでいるこの視聴者の方々にその困難を踏まえてでも何か一言アドバイスをお願いします。本当に日本語を少しでも話してくださるだけで私たち日本人もすごく嬉しいので、私も英語の勉強頑張るので皆さんも大変なことはあると思うんですけど頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれを踏まえて最後に日本語を学んでいる学習者に向けて何か一言お願いします。笑顔で会話すれば何でも OK ですありがとうございます。笑顔でありがとうございますって言えば大丈夫だと思いますもう最高の答えでしたありがとうございました。はい、今回のインタビューはここまでです。皆さんはどう思いましたか？日本語の学習経験について素晴らしい意見を聞くことができました。日本語や他の言語学習の方々はぜひコメント欄で私たちと経験を共有してください。このビデオを気に入っていただけた方はいいねとシェアを、またチャンネル登録もよろしくお願いします。言語を学ぶのにはとても時間がかかりますが、努力をする価値は必ずあります。それではまた次回お会いしましょう。